Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Meshtabi saw Shuhen number 8 です。早いもので私たちが右も左もわからない YouTube というツールに手探りで取り組み始めてから丸3年が経ちました。皆さんのご視聴と励まし、応援の言葉、美味しいタレコミに支えられて楽しく続けてくることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は3年間の総集編の第8弾。この頃になると素人っぽい棒読み感の演出がだいぶ板についてきましたね。演出だったんだ。なるほどね。道お理で。聞き苦しい点が多々あるかと思いますが、やっと収益化し始めた頃のよちよち歩きの飯旅をご覧あれ。それでは早速。Let's get it started. 1. Ebetsu Satire Shotand 江別にすんごい施設がありました。これ蔦屋史上最強に楽しいっすね。函館と銀座しか知らないけどね。江別羨ましい。これは人生を豊かにしてくれる施設ですね。田園都市スローライフをコンセプトに暮らし、地、食の3つのテーマで作られたんだって。全5棟で構成されていて、各棟に暮らし、地、食とコンセプトが記されてるの。地は従来のスタバと蔦屋書店の複合店舗っぽい作りで、2階のフリースペースにはコンセント付きデスクがあって、2時間無料で利用可能なワークスペースがあるの。お隣の食の棟は様々なグルメショップがいろいろあって楽しい。これはすごいフードコートだよね。ミシュラン一つ星を獲得したフレンチレストラン秋長尾の姉妹店シティボーイ江別っていうハンバーグ屋さんがあって、ハンバーグプレートがアンダー1000円で食べれたり、グリーンの大好物175度での担々麺や回転寿司の強豪カンタロの新業態おにぎりやおはぎ専門店ジェラーテリア、ビーガンスイーツ、中華、他にもいろいろあって見え移りしちゃう。こんなフードコート札幌にもなくなくない？ああ、史上最強フードコートかもね。毎日行っても飽きるのに1週間かかりそうだ。 2. Nopolo Nihon Cha Kanmi Dokolo Azuki 寿司も甘味も味わえるという異色のお店。わらび餅がかなり美味しいらしいという噂を聞きつけ、素通りはできませんね。ね、山形で腰掛けあんのわらび餅を食べてから急激にわらび餅に興味が湧いちゃった飯旅ーズ。シュークリームが大好きですが、日本の伝統文化もしっかりと後世に伝えていきたいですからね。はい、楽しみにしていました。開店時間にはマダムたちの行列でしたね。大将は謙虚にめったに並ぶことなんかないんだけどねとおっしゃってましたよ。すごい 100% 女子よ。よかったわね。ギャルに囲まれ緊張気味のおじさんでございます。立派な寿司ランチからいただきます。これリーズナブルすぎじゃない？ネタよし、シャリよし、厚みきよし。甘味のために余力を残す絶妙な量がいいわね。なるほどね。その分安めの設定なんだね、きっと。ありがてえ。抹茶白玉あんみつはもはや芸術。さじを入れるのがもったいなくなる美しさ。お味もええですね。フレッシュフルーツのあんみつなんて初めて。はい、そしてメインのわらび餅、これかなりの一品ですね。お土産に買いたくなる名品だね。 4. Nishi Nopolo La Forchetta のっぽろ中心から5分10分でこの景色。いやー、いいですね。ニセコ美瑛系のデテールじゃあござんせんか。10分ドライブでこんなカントリースタイルレストラン、羨ましい限りです。ここはリーズナブルにイタリアンがいただけるお店。一応おしゃれっぽいお店だったから靴履きました、久々に。そうね、6月からサンダルノー靴下で過ごしてたもんね。ここはプリフィックスランチスタイルのランチよ。基本1350円でチョイスナブルな献立によって値段が変動するの。おじさんはベーシック1350円。私はすべてオプションを選択してトータル2000円ちょっとかしら。日曜日ってのもあり、予約は我々のみで満席。11時半から14時までのお店なので、週末は予約必須のようですな。お店裏の畑で野菜やハーブを作ってるみたいね。素敵。他のテーブルから、お任せのデザートって何？っていう夢のない質問が。お任せはお任せだろうがってすかさず小声で突っ込むグリーン。ダメでしょ、あの聞き方。パワハラ上司を着たあの人。
これこれどうどう。せっかくの美味しい料理楽しんで。ここの料理はいい意味で必要以上の味を加えないナチュラルさがいいですね。素材の美味しさを組み合わせで楽しませていただける、そんな工夫が感じられました。5. Oasa. Panya Sora. 大朝東刈木線ラーメン銀パロさんの創業本店隣でございまする。かわいいカントリースタイルのパン屋さん。クロワッサンやデニッシュ系が面白いよね。パイじゃなくてパン寄りの生地なのに綺麗に1枚ずつめくれんの。あれおもろい。めくれるてスカートか。いろいろ美味しいパン屋さんなんですが、おじさんのお気に入りはこれ。ポンデケージョ1個50円。シンプルなチーズパンなんだけど永遠に食べ続けられるこれ。ファミマの一口持ち食感チーズの超うま版ね。あなたこれ好きよね。はい。近所にあったら10個ずつ買いに来るよ。ポンデケージョはブラジルのミナスジェライス州で生み出されたパンの一種で、18世紀にはすでに存在していたそうな。名前はポルトガル語でチーズパン。日本ではそのままチーズパンと呼ばれています。ブラジル出身のパンなんだこれ。ミスドにポンデリングってあったよね。なんか関係あんのかな。ミスドのポンデリングはポンデケージョにちなんでネーミングされたそうだよ。なんでちなんだか知らんけどね。そうね、共通点はもっちりくらいかしら。だけどポンデリングは業績が悪化していたミスタードーナツが復活するきっかけとなったヒット商品なんだよ。醤油味は不評ですぐ廃止になったけどね。醤油味のドーナツってどんな。 6. Oasa. Big Forest. 年季の入ったログハウス。カナディアンハンターが住んでそう。2階席が楽しい感じだね。こういう楽しい秘密基地的なお店って最近ないわよね。ね、こういうの好きだね。秘密基地チック。いいね。ハンバーグすごくないこれ。ビッグさに驚き。そしてナツメグが強めで美味しい。大好物の感じ。このサイズで1250円はなかなかのブル中野。これブル中野？いける。 14. Abetsu. Mikozuki Terrace. 秋長尾の新業態フレンチレストランということでお邪魔しました。蔦屋書店内でここだけ別スペースになってるんだね。そうそう。店内は大きい窓から太陽をさんさんと浴びることができて、森林浴気分、ゆったり空間が素敵。同じ建物内でここだけ雰囲気違うね。オシャンテーだわ。ランチコースもありますが、単品でも OK ということで、本日のパスタをいただきました。見てみてこの鮮やかなグリーン。体にいいって感じするでしょう。すんごい最近バジってるよね。エビ吉グリーンだからエビバジ頼むに決まってるけどね。千葉農家さんのバジルをこれでもかって使ってるの。香りがすんごいの。たまらんこれ。ほんとジェノバジってすげえソースだよな。これを考えたやつの面を見てみたいわ。なんか日本語の使い方間違ってるわよね。ジェノベーゼといえば鮮やかなグリーンカラーが印象ですが、本場イタリアではグリーンではなく茶色いソースをジェノベーゼと言います。なんですと？日本で主流となったグリーンのジェノベーゼはペストジェノベーゼと呼ばれ、バジルをメインに材料として作られるのが特徴のいわば変わり種ジェノベーゼの一種。一方イタリアでのジェノベーゼは玉ねぎや人参、セロリなどの野菜を使うものの、バジルを使用せず牛肉で茶色く仕上がるソースなんです。いやー、それって外国人が漢字に憧れて水道とか七輪とかってタトゥー入れちゃったみたいな感じ？どういう会社だったんですか？今はドリームビーチと呼ばれてますが、当時は大浜海水浴場。でね、泳いでたんですよ、夏。昔は今より全然賑わってたと思うんだけどね。そう、ぷかぷかね、こうスポンジみたいなのが浮いてたんですよ。目の前の。何かなと思って手に取ってこうやって見たら、どうやらブラジャーの水着の中に入ってるパッドみたいなやつ、なんでこんなもんが浮いてんのかなと思ってふっと辺りを見回したら、すごい可愛い子が真っ赤な顔してこうやって胸を隠してこっちを見てたっていう。おじさんもまだ若くてイケてた頃だからね。なるほど。はい。キュンだったね、あの時ね。可愛かったな、あの子。どうやってその恋が終わったかはっきり覚えてないけど、付き合ったの？それきっかけで？
あまりにも可愛かったからナンパしたんだよね、多分。多分って。どうしてるかな、あの子。おばさんになっちゃってんだろうな。30年前でしょ。当たり前じゃん。ですよね。思い出の中にしまっとこう。キュンなるね。私もキュンなりたい。Meshtabi. This program is brought to you by Babo and Green. 1. Kita Sanju Gojo. Hitori Ta B. 北35条にあります。西5丁目通り沿い、歴史を感じるお店ですね。もう40年近く営業されてる一人旅さん。ここは学生の時来て以来だな。懐かしいこの山小屋チックな店内。昭和の喫茶店って感じだね。灰皿が置いてあるのが衝撃的。昔は何時間もこういう喫茶店で友達と過ごしましたね。いや懐かしい。こういうお店来ると最近のお店ってなんだか無機質な感じしちゃうね。確かにそうだね。何ですか、楽しいじゃないですかこの日替わり。ハンバーグにチキンカツを乗せるという発想、超リスペクトですね。こういう破天荒なメニュー大好きです。味噌汁にドリンクまでついて850円。これすごいわ。ランチでもないのにね、夜でもありってすっごいセットね。近所の野郎どもは大喜びですねこりゃ。私はリオネーズ。味は完全ストロガノフでした。これ大好きなやつ。でもストロガノフと何が違うのかしら。そもそもリオネーズって何？リオネーズってのはフランス南東部にあるパリに次ぐ第2の都市、リヨンっていう都市のスタイルという意味です。だから例えるならお好み焼きでいう広島風みたいなもんだね。フランスにもお好み焼きあんのね。いやいやそうじゃないでしょ。マヨネーズのかかったお好み焼きみたいなこと？違う。リヨンという都市風の料理のことをリオネーズという。ああ、なるほど。じゃあココンチは北のお店だから北ネーズみたいなこと？なんてこと言うんだ。それじゃあ美味しくなさそうじゃないか。ごめんなさい。あら、すんごい美味しいわよこのリオネーズ。とにかくこのわんぱくなレストランはいいですね。毎晩の献立が気になってしょうがない。一体今日は何に何が乗っかってんだろう。ここの向かいが昔銭湯で、そこの息子さんがサカナクションのギタリストなのって。調べたら銭湯なんかじゃない。ほのかよ、ほのか。ほのかグループの御曹司だったサカナクション。サカナクションじゃないよ。サカナクションだよ。は？ 2. Shinkawa. Sabadakoro Shiba Gen. 住宅街にある大繁盛そば屋さん。昼前にはすでに駐車場待ちの車列ができてます。珍しいカツカレー南というメニューにロックオンでやってきました。リーズナブルな定食メニューが人気のようですね。これカツカレー南って書いてあるけど、多分カツカレー南蛮なんだと思うけどね。そうだろうね、きっと。天丼そば900円も気になる。目玉焼き冷やしたぬき定食も超気になる。隣の兄さんのカツ丼めっちゃうまそう。でもこんなところにも値上げの波が。9月から一律麺類50円値上げとのこと。世知辛いご時世でございます。いやー、笑けてくる爆量の蕎麦屋さんでしたね。これ食べきるの大変。これはもう味どうこうではありませんね。苦しい。もう次回は半分にしてもらわなきゃ私破裂しちゃう。3. Taihei. Kokuman Shock Door. この辺りはグルメ地帯ですね。太平ゴルフセンターを囲んだデルタゾーンは美味しいものだらけです。まずは個性的な名前のラーメン店、国民食堂。なんとラーメン店主100人が選ぶ札幌の美味しいラーメン2016にも選ばれた国民食堂さん。ほほう、それは店としてはとってもプラウドリーなことですね。Proudly. 店名はラーメンは日本の国民食という意味なのかな。はい、開店前から10名ほどの並びができております。魚介パンチ旭川風醤油ということで期待に胸が G カップ。店内を観察すると大将の心意気が見えてきますね。これ美味しい。生ラーメン、鶏の旨味たっぷりに高級和食屋さんみたいだわ。極上の優しいスープに絡むように工夫された平打ち麺。唯一無二、ここにしかないラーメンですね。確かに。老若にゃんにょ老若にゃんにょ老若なんにょ美味しいものが好きな方にはウハウハなお店ですね。魚介パンチカレーも数ある北海道カレーラーメンの中でキラリンと光るカレーラーメンでしたよ。
日本が誇る名スパイス、SB カレー感っぽいテイストがたまらんですね。日本の最後の砦はラーメンとカレーと大谷翔平なのかもしれないね。4. Peter Sanju Go Joe. San Go Stock. ギャル 100% パラダイスが北35の西8にあります。なんと開店待ちのマダムが並んでいたおかげで見つけることができました。ストーブ鍋を使用した雑炊がメインのカフェです。スタッフも 100% ギャルで、おじさんはウハウハですね。ゴンタク2階には子供が遊べるスペースもあるようです。駐車場も10台あるのでママ会合にもいいですね。エビ吉クリーンは即決エビ味噌。おじさんは焼き煮干しだし、それぞれサラダに小鉢2品とドリンクセットでこの値段。切り干し大根のジェノベーゼよ。切り干し大根のジェノベーゼ。ね、こういう美味しいことする日本人大好きですね。これはギャルもママもマダムも大喜びです。たまにはこういうとこに奥様や彼女を連れてきてあげてね。6. Taihei. Menyaka Sera Sera. すでにここのパイタン塩にはフォーリンラブのバッポおじさん、今回はずっと気になっていた味噌味をいただきに参りました。なんだろうね、やっぱり美味しいここのラーメンはスープの醍醐味は塩なんだけども、味噌もかなりのクオリティですよ。気のせいか味噌の奥に和だしを感じる味噌ラーメンでした。和だしだけそう感じる。おじさんにはいささか濃ゆいが危なく簡易の美味しさ、うまいからついつい飲んじゃうからやばいですねこれ。私は初めてのケセラセラ鶏白湯塩ポタージュや。あ、出た。美味しいね。ほんと口から出ちゃった。ポタージュやだろう。これは神聖なる塩ラーメン、北海道トップ3の塩ラーメンですね。そしてお隣に、そうそう、びっくり、ホタテの上りを発見。なんとホタフ普及協会会員がこんなところにもいたじゃないですか。嬉しいですね。いや、そんな会ないでしょ。勝手に作らないの。ホタテご玉を使用した巨大ホタテパテがすっごいでね。はい、やっぱりホタテライスバーガーおじさん的にこの巨大ホタパテをフライにしたくて仕方ありません。ホットドッグはホタフドッグよ。これもいいわね。ホットドッグって直訳すると熱い犬でしょ。なんでなのかな。19世紀中盤、アメリカへやってきたドイツ移民がドイツフランクフルトで食べられていたソーセージ、フランクフルターを持ち込んだことが始まり、当初手づかみで食べられていたフランクフルターですが、直接持つと熱いことからパンに挟んで提供を開始したのがホットドッグの始まりなんだそうだよ。ねえ、そうなん。手づかみで食べてたの。面白い。19世紀後半になるとニューヨークで野球観戦のお供として広く知られるようになり、この頃から茶色く細長い形をしており、その様子がダックスフントに似ていたことからダックスフントソーセージと呼ばれるようになったそうなんです。それからどうしたの？新聞ニューヨークジャーナルの漫画家だったダッド・トーガンによって描かれた野球で売られているダックスフントソーセージを犬のダックスフントに見立てた漫画のタイトルがホットドッグはいかがだったのが浸透し、ホットドッグと呼ばれるようになったそうなんです。信じるか信じないかはあなた次第です。8. Tita Sanju Yojo. Cow Maloo. 知らなかった。ラジオ焼き、たこ焼きよりも古くからあったんですって。タコの代わりに牛すじとこんにゃくだって。調べたらね、たこ焼きは1935年、昭和10年大阪市会津屋の初代、遠藤留吉がラジオ焼きを改良し、明石焼きに影響を受けて、タコ、鶏卵を入れたものにたこ焼きと名付けたのが始まりなんだって。それまではラジオ焼きや明石焼き、チョボ焼きなどがあったんだそうだよ。でもなんでラジオ焼きなんだろう。当時まだ高価でハイカラの象徴だったラジオにあやかってラジオ焼きと呼ばれるようになったんだって。それだけハイカラなものだったってことだね。なるほど。さて、そのラジオ焼き、岩塩とソースのハーフ&ハーフでいただきます。岩塩で食すラジオ焼き、これおつでございましたね。そうだね。ソースかけちゃうと何でも同じになっちゃうからね。ビッグサイズのカリッと焼かれたラジオ焼き、カツオの風味が感じられて美味しかったね。10. Taihei. The Waycore. 太平トライアングル。まるっきりからっきしの住宅街。今回もギャル 100% です。
マダムではなくギャル系よ。嬉しいでしょ？嬉しいです。駐車場が空いていたからガラガラかと思いきや、店内に入るとあら満席。みんな歩いて禁止だったの？伊勢博多弁はおやめ。店名のアウェイコはおじさん予想のオーナーアウェイコさん説でも、そんな名前の人いる？グリーン予想のどこかしらの美しい湖説でもなく、はい、細い路地という意味で岩手の方言ということでした。オーナーさんは岩手出身なんだね。素敵なお店。太陽の光が窓から注ぐ店内にはディープブラウンに統一された大きくゆったりとした家具とグリーンのコントラスト、会話を邪魔しない環境音楽が全てをゆっくりゆったりとした空気で包み込む。ここに住みたい、そんな気分にさせてくれる空間。おっさんと来るよりは女子と来たいお店ね。そりゃあないだろう。Jakaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai。みんな初体験の時っていうのは早いもんですよ。おじさんはね、初体験不発だったんだけどね。不発ってどういうこと？アンフィニッシュってことですよ。わあ、そんなことあるんだ。でも S 君の場合は、初体験に至る前に女の子のパンツに手を入れて、って言われた瞬間に出ちゃったっていう、スーパー早打ちっていうね。漫画みたい。Meshtabi. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai. Obi Hiro Takachi Kaiwai 10 des. 2. Takachi Shimizu. Mebung Rio。十勝清水ののどかな森の中でいきなりペッパーくん出てきてビビったね。いらっしゃいませって言われたよね。そっくり。ペッパーくんがいる店はここと台北のディンタイフォンしか知らないね。このお蕎麦は美味しいですね。二八のさらしな加減が私の大好きなパティでございますの。つゆのカツオの香りがすんごい良かったわ。間違いなく十勝界隈では今んとこナンバーワン大好きなお蕎麦ですね。おー、よかったね。また帯広で美味しいの見つけたよ。十勝に来たら目分量。北海道クラシック帰りの目分量だね。賛成。払いはゴルフの敗者ね。ハンデ20きつない？大丈夫大丈夫。 3. Bobby Hero. Buta Hagat。帯広駅にございます。こちらは北広島のアウトレットフードコートにもある豚ハゲさん。ハゲ店さんの系列のお店よね、ここ。そうだのさ、北広で食べてめってことになってね、今回初めて本拠地にお邪魔しました。はい、ここは朝10時からやってるのが助かるわね。はい、いや、やっぱうまいっすね。隣のおっちゃんも思わずのけぞってましたよ。うまってね。大げさじゃなくマジうまいです、これ。8席ぐらいの小さな店だから、本当の焼きたてがすぐ来るから、アウトレットのフードコートとはレスポンスが違いますわ。なるほどね。甘ったるくないさらりとした醤油だれが香ばしく焼かれていて、これは能書きなしに美味しいハゲハゲチェーンですよ。そんな名前のチェーンじゃないってば。 4. Obi Hero. Indian Curry。店長元気そうでよかったわ。相変わらず切れてましたね。さすがです。インディアンはね、もうかれこれ数十回は食べてるのでね、帯広に来るたびにって感じではないんですが、相変わらずこの滑らかなルーは素晴らしいですね。ね、ほんときめ細やかで滑らかよね。でも大阪インディアン行った時ビビったよね。そうそう、あまりにも似てっからね。系列かと思っちゃった。帯広インディアンの創業者が大阪で食べたインディアンに感動して帯広インディアンを始めたんだよね。で、ロゴからなんかそっくりなのは大阪インディアンも公認なはず。そうなんだ。でも味はだいぶ違うのね。大阪のあの衝撃的な甘さは北海道人には驚きだぜよ。絶対一口食ったら立ち上がるよ。ってね。わかる。あれマジ衝撃だった。道民の皆様、大阪にお出かけの際はぜひ大阪インディアンも食べてみてみて。8. Bobby Hero. Tong Ta。私たちにとってトンタさんが豚丼って感じだったのよね。移転前の古いお店の頃からね。そうだね、移転してからは初めてだよね。立派になりましたね。こんな大きな駐車場に警備員まで。すごいね、豚丼パワー恐るべし。前なんか5台くらいしか止めれなかったもんね。でも大繁盛なのに変わらず安くやってくれてるのがいいよね。
ぱりトンタのロースが私は好きだな。ちょっと甘いタレが後半きついけど、山椒があれば大丈夫。はい、山椒大事。山椒があれば豚丼がちょっとだけうなぎ寄りになるね。うなぎ？ 9. Obi Hero. Haggard Teng. 駅前の繁華街中心にあるハゲ店さん。ここはあえて避けてたのよね。天ぷら屋さんでしょってね。だのさ、なんとなく邪道感感じてね。そうそう。いや、間違ってたね。もっと早く食べるべきだった。はい、ほんと。これは甘すぎず香ばしく焼かれたロースかしら。柔らかいお肉が。上品な豚丼さんね。パサついてる他の店とは違って柔らかジューシー、格の違いを感じたのは私だけでしょうか。わかる。さすがはハゲハゲチェーン。名前に騙されてはいけない。天ぷら屋でも豚丼がうまいです。10. Obi Hero. Mugi Otto. こちらは帯広中心から10分ドライブくらいかしら。帯広大好きのきっかけになったパン屋さんですね。こんなスタイルのパン屋さん見たことなかったから。そうだね。テンション爆上がりしたよね。初めて来た時。またコロッケパンが衝撃的なうまさだったんだよね。全部美味しい。麦音って音にこだわってるから付けられた名前なのかな。あ、そうだ、きっとすんごいのね、音が。そうそう。作り置きのコロッケパンなのに、あんなにサクッって言うの信じられない。クロワッサンも。チキン南蛮もカリッって噛んだ時すんごい音鳴るもんね。またこれドリンクバー50円って広いガーデンテラスで飲むのがいいんだよ。天気のいい日は寄っちゃうよね、ここ。おやつにパン食べながらコーヒータイム。まったりするの最高。椅子が走ってたりして癒されるわ。飯旅ーズ近所に欲しい店ランキング1位のパン屋さんが帯広にありました。6時55分からやってるのはいいですね。6時55分、6時55分。Jakaino Meshitabi Wa. ソウルに行った時に、ホテルの送迎で空港に迎えに来てもらったことがあって、まあ、ハイエースみたいな乗り合いのミニバスなんだけど、その運転手がとんでもねえ運転して、もう急加速急発進の車線変更しまくりのクラクション鳴らしまくりの、もうありえない運転ですよ、もう日本人からしてみれば。でもそれはなんかソウルの街を見てると、普通のことのような、それがね日常のような感じなんですよ。もう高速道路の出口なんて10カ所ぐらい料金所があるんだけど、それぞれの窓口に並んでいる状態でもう大渋滞で、そんな急いだでもしょうがない状況ですよ。なのにね、全部の車が、クラクション鳴らして、右の車線に移ったり左の窓口に移ったりこう、それがもうそこら中でやられてるんだよね。こいつら頭おかしいんじゃないかな。おとなしく並んでた方が絶対スムーズに行くっていう状況なのに、もうそれがソウルの日常なんですかね。黙って待ってないんだ。そこでも文化の違いを痛感したんだけれども、ソウルの街中に入って、もうワイヤなんですよ。市内で100キロぐらいで追いかけたと思ったら追突しそうになって急ブレーキかったり、前の車煽ってみたり、もう客乗せてるなんて全く思ってないですからね。もういい加減腹立って、こっちは命がけですよ、もう。怖いよね、そんなの。もう初めて40歳を過ぎて、切れましたね、私。国の地で。もう後ろからシートバンバンって叩いて、もうハングル喋れないですからね。そうだね。もう日本語で言っても多分通じないと思ったんで、とりあえず分かる英語を並べて、ファッキンを初めてリアルに使ったって。クソ車を止めやがれ、お前の運転には我慢ならねえって言ったら、それからすっごいおとなしくちゃんとした運転になったっていうね。のっけから舐めてんですかね、あれ日本人は文句言わないと思って。おとなしいから。みんな文句言った方がいいですよ。韓国行くときは気をつけてください。はい。でもね、優しいんだよ。街とかでこう、店とか探すのにうろうろしてるとね、お前どこ探してんだみたいに話しかけてきて、あっちだこっちだとかっつって教えてくれたりとかね。Meshtabi. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hidaka Wurakawa Kaiwai. 10. Des. Let's get it started. 1. Balatari. Jinkenpon.
平取で和牛を食べたいと思って海岸線235号線あたりをうろちょろしてはいけませんね。はい、勉強になりましたね。235号線から遠のけば遠のくほどに美味しくなってきましたね。本当だね。そこら中平取牛の看板だらけだけどね。はい、大混雑なんですよね。連休ってのも235号に近いと特に。並んで食べたけどことごとく腑に落ちずね。はい、平取牛に失礼ですよって店が多少ありますのでご用心。だけど一番美味しいお店は空いてたよね。そうなんです。食べログの点数で言うたらね、コンマ1とかしか違わないんだけど、味の違いで言ったらね、これそんな僅差ではありませんね。レベチです。平取はここですね。はいはい。しかも一番安かったっていうね。じゃんけんほったらけつ馬のクソって覚えてね。 2. Hidaka Azumi Shock Door. 人生で一番の変化球そばが日高にありました。このお蕎麦は珍しいですよね。種田のバッティングぐらい変わり種だ。うまい。よく知ってるじゃないか。マニアックだね。これは一度食べときたい一品ですね。タコ飯がリーズナブルに味わえてまたいいですね。この辺りは美味しいタコ料理が多いんですよ。初めて食べるようなタコ料理がいっぱいあるよね。ここはタコの入ったかき揚げも美味しいね。あまりにも変わったお蕎麦だから他にもこういう蕎麦って結構あんのかなって思って Google で変わった蕎麦って検索したんだけど、これより変わってるお蕎麦は見つからんかったんじゃ。だよね。こんな耳みたいなそば見たことねえもん。耳で。 3. Urakawa Panpaka Pan. 海辺にある隠れ家パン屋さん。ここは私のハートを一瞬で奪い去りました。ここすごいね。田舎だからハードル下げてとかじゃなくて、これはどこでも爆売れするパンだと思います。美味しくて久々のハイテンションな飯旅。海辺に椅子とテーブルが並んでて海を眺めながら食べるのも最高。冬の飯旅ーズ大好物。これはいい店ですね。毎年浦川に来るのが楽しみになります。ほんとハード系やマカダミアナッツ入りシナモンロールも美味しいけど、これスペシャルチョコチップスコーン。しかもたまたま焼きたてでラッキーだったね。ほかほかで美味しかった。 4. Shin Hidaka Amaya. この辺りの名産はタコということでタコ祭りでございます。タコの柔らかさに驚き、タコのこういうのってあんま食べたことないから驚いたこと。美味しかった。こういうのいいわねって思った。今度もタコよ。タコうるさいな。バラ天チラシも聞き慣れない名前に戸惑うけれども、楽しい美味しい天チラシですね。なんとハスカップの酢飯がプルプルしちゃいます。酸っぱいのプルプルして赤ちゃんみたいだったよ。あなたかわいいでしょ。地域ならでは感というとやっぱ名産タコを使ったこれタコまぶしでしょ。またこれだよ。 6. Shin Hidaka Shokuji Dokoro Kangetsu. タコ天丼が美味しいという噂のお店。タコ天丼が食べたくって訪れましたが、タコ高騰、油高騰でタコ廃止、ガーンショックでカツカレーも喉を通りません。残念でなりませんね。ほんと昨日食べたタコ飯が美味しかったから期待にテンション爆上がりおじさん。意気消沈チーン。ところがですよ、これは棚から生ハムでしたね。ね、地図内でタラって上がるんだね。全然イメージなかったけどこれマジ美味しい。スーパーで買ってきたタラじゃ絶対こうはならない。全く生臭くないの。やっぱり新鮮だと全然違うね。やっぱ美味しい店はちゃんとしてますね。厨房の中もピッカピカ。 7. Makawa Sabaya Igakoro. 向川でシシャモに振られ途方に暮れていたところに面白そうなお蕎麦屋さんを発見。リサーチ不足でと言いまてん。シャモの握り寿司が食えるということで喜びさんで向川まで来たのですが、ティーン。シシャモ漁の解禁は10月ということでね。なんで9月と勘違いしたのかな。ほやね。また10月に来る楽しみができたじゃない。だな。いや、ごぼう天そばやっぱうまいわ。田舎そばも風味豊かなコシのある麺で久々満足なそばでした。田舎そばとさらしな2種のそばを味わえるのがいいよね。さらしなも美味しかった。でも秀逸だったのは天ぷら。何これ、一瞬エビフライと思ったらアメエビなるちんこいのがまとわれてこっち見てるじゃないですか。
ね。網エビをまぶした香ばしいエビにエビをかぶせた天ぷら、エビキチグリーンの胃袋は静かみ。大量のちっちゃな目が私を睨むのが怖かったけど美味しかった。めちゃめちゃ香ばしいのこれ、やっばい。いやー、これは本当に棚から生ハムでしたね。ね、ほんと。ちなみに網エビってエビじゃないって知ってた？なんとエビではなくプランクトンの仲間だったんじゃ。Golf information. Balatari. Balatari Country Club. この界隈は浦川まで豪邸が立ち並ぶ馬主さんだらけなのに、ゴルフ場はここだけなんだよね。馬関係の方って結構ゴルフするイメージだけどね、不思議なんだよね。だからすんげえ混んでたね。練習だけでも OK とのことなので元服に来たんだけど、はい、あまりにも混んでたので遠慮しました。日高管内のゴルフは全員来てたのよ、きっと。全員来てる。来てる。 8. Shin Hidaka. Drive in Asarihama. 新日高にある海が目の前、オーシャンビューのドライブイン。目の前が海すぎてしけた時はビビりますロケーション。人気の磯ラーメンをいただきにやってまいりました。店員さんとお客さんのやりとり面白かったね。おじさんがイスラーメンって言ったら店員さんが味噌ですかって聞き返す光景。もう一回イソラーメンっておっちゃんが言い直してああイソラーメンですねって各テーブルで繰り広げられてて一体このやりとり1日何回行われるんかな。実際イソ味噌って聞き取りづらいよね。確かにね。磯も味噌も一緒だな。優しい美味しい塩ラーメンだね。このタイプは初めてだね。出汁が鍋みたいな、豆腐も入れちゃおうかなみたいな。わかる。本当鍋みたいだよね。白菜甘くって美味しかった。味だけじゃなくてレンゲも鍋用、しかも4人鍋用みたいな超でかいレンゲの中でラーメンいっぱい作れそうなやったー。天丼。見た目は場外ホームラン。江戸前っぽいごま油揚げの天ぷら。北海道じゃ珍しいよね。前日のタコ天を食べれなかった反動でついつい食べ過ぎてしまった。そして満腹からの胸焼けがごま油の香ばしさに箸が勝手に動いちゃうんだよね。世の中から体重計抹殺しようかしら。それは危険。逆に。 9. Nikapu. Tsubaki Salon New Yakut 10. 混んでたわね。夕暮れ時が混むのかと思いきや夕方にはすっかり引けてたね。天気悪かったせいかな。晴れてたら最高なんだろうな。私の雨女っぷり炸裂で申し訳ないです。主のチョコちゃんに挨拶を済ませ小1時間待って入店。サンドもパンケーキも売り切れということでまったりお茶をさせていただきました。あいにくの曇り小雨模様だったので本当は夕暮れ待ちの予定だったんだけどね、クラシックギターの音色でシンディ・ローパータイムアフタータイムを聴きながら何度も居眠りしそうな心地よさでした。タイムアフタータイムって3曲しかないあなたのカラオケレパートリーの1曲じゃない？なぜそれを？かなり酔った時しか歌わないけど歌う曲いつも同じだからさ。まさかよ。 2,30 曲はレパートリーあるよ。あらおかしいわね。聞いたことないな。愛しのエリーでしょ。知らないけどバスストップってやつ。バスを待つ間に太平洋のうねりをぼーっと眺めて過ごす日曜の午後も悪くない。違いがわかる男のゴールドブレンド。ダバダーダバダーダー Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kita mi kaiwai the best des. Otanoshamini. See you soon. 新日高は種馬センターが多かったよね。牧場だらけで美しいサラブレッドたちが放牧されてて、北海道のどこの景色よりもなんか優雅な感じがしたよね。そうだね。綺麗だよね。俺も入りてえな。引退後は若い牝馬に種つけて暮らすなんて男の夢だぜよ。ばっかじゃないの。だいたいあんたそんなにも元気じゃないでしょ。お役目ごめんで処分されちゃうのが関の山よ。まあ毎日ってのはしんどいよね。いくらなんでも処分されない程度に適当にやるさ。意外と大変なのかもね。でも、種馬には種馬の黒ってものがあるんだろうね。種馬センターってのはどんなとこなのか聞いてみたいもんだね。ゆっくり酒でも飲みながら。種馬と？でどうよ長州は。
いや大変だって、選ぶ権利ないんだぜ。あ、やっぱそうか。この身でもね、シンバで興奮しろって言われてもさ、だよな。出た妄想。この人種元飲んでる。そういえば馬のバテるって姿見たことないよね。ないな陸上でさ100とか走った後って人間だったら絶対ぜいぜい母なんじゃん。い。なるなる。馬って競馬で何千メーターとか走って何があって顔してくよね。確かに涼しい顔してる。だから馬並みとか馬力っていうのかな。うん。全力で400メーターなんて走ったら失神しちゃうよ。高校の時体育で50メーター測ったっけ、6秒1だったんだよね。おう。で陸上部の顧問に呼ばれて、うんおめえ早えな100も走ってみろって言われて走ったっけ、うんすっげえ遅くてびっくりした。13秒ぐらいだったんだよね。遅っ。50が6秒1で13秒ぐらいっていうのは、うん。明らかにこう減速してるっていうか失速しちゃう。失速してるっていうね。面白いね。持久力なさすぎでしょ。100って短距離だよ。超短距離の男なのさ。3分クッキングのこと笑えないよそれ。かもしんねえ。てっ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 て